6R55 の日差がプラス5秒付近ということになっていまして、いい数字が出ているかなと思います。ぜひ手に入れたいなというふうに感じました。それでこのヴィンテージライクに見えるというところで非常にいいなと思うところと、時計通信編集長の須川です。今回はセイコーのファーストダイバーの現代版として大人気になっているモデル SBDC101、そしてこの最新の後継機である SBDC197、この2つのモデルを比較をしていきたいと思います。今回の内容ですけども、まずはスペックを見て比較をいたします。その後に実機を見ながら比較をしていきたいと思います。そしてその後に私の個人的な気になる点を挙げたいと思います。そして最後に実際に精度を測ってみてどうだったのかという比較もしてみたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。ではまず最初にスペックの比較をしていきたいと思います。まずは従来の SBDC101、登場したのが2020年、最新の SBDC197 については今年2024年に登場していますので、4年ぶりのマイナーチェンジになっています。キャリバームーブメントは 6R35、そして最新のタイプが 6R55 という機械を搭載しています。パワーリザーブは従来は70時間ということだったんですけども、最新のタイプは2時間増えまして72時間ということになりますので、3日間のパワーリザーブがあります。そして防水性能も変わっていまして、従来のものは 200m 防水、最新のモデルで 300m になりましたので 100m 防水性が上がっています。あと金額面で言いますと、従来のタイプが今メーカープライスが15万9500円、後継機に関しては17万6000円ということで、少し金額がアップしているということになっています。サイズも変わっていまして、横、縦、厚み、すべて見て少しずつちっちゃくなっているというのがわかります。では次に実機を見ながら比較をしていきたいと思います。スペック紹介でありましたように、サイズが少しコンパクトに新しいタイプが変わっていますというお話をしたんですけども、こちらの SBDC197 の方がコンパクトになったっていうのがお感じになるでしょうか。厚みの部分を見ても確かに言われてみると少し薄くなったように感じます。次に金属ブレスレットのデザインが変わりまして、明らかに新しいタイプの方がブレスレットの一コマ一コマが小さくコンパクトになっています。コマだけではなくて留め具も小さくなっていまして、このブレスレットをコンパクトにしてきたっていうのがわかるかと思います。次は文字盤の違いですけども、こちらの101、従来のタイプがグレー文字盤で、新しいタイプが黒文字盤ということになっていますけども、色以外のところで仕上げが変わっていまして、従来の文字盤というのは3年仕上げといって筋目がある仕上げになっているんですけども、新しいタイプというのはマットなテイストになっていますと。あと文字盤の表記部分で言うと、防水性が 300m になったので、300m という表記に変わっていますので、防水性能の表記の変わりがありますし、パワーリザーブが2時間伸びて 3days という表現がつきますので、ここも変わってきたかと思います。あとは分かりやすいのは日付位置ですね。今までは3時位置にあったんですけども、新しいタイプは4時と5時の間に日付が変わりまして、日付ディスクの色も今までは白色だったんですけども、新しいタイプは黒色になっていますので、文字盤色と日付ディスクの色が同じと。で、あと日付の枠の切り方も今までは四角だったのが、新しいタイプは丸になっていますので、そのあたりも変わっています。細かいところで言いますと、文字盤外周にあるミニッツマーカーの長さが変わっていたり、プロスペックスのロゴも少し小さくなっていたりしますので、細かいところで変更点がいくつかあるかなというふうに感じます。あともう一つ違いとしては、ガラスの外周にある回転ベゼル。これも文字盤と同じく仕上げが違います。従来のタイプというのは、ベゼルディスクの仕上げというのが筋目をつける仕上げになっているんですけども、新しいタイプというのは、こちらは筋目をなくして、これもマットな仕上がりになっています。あと、ベゼルディスクの内側にミニッツマーカーがつくんですけども、今まではミニッツマーカーがない部分があったんですけども、今回からは全ての分にミニッツマーカーがつくと、ここも変更点になっています。あと、ベゼルで一番大きいのは、回転ベゼル自体の形、デザインが変わってきていまして、従来のタイプは角が角張ったようなタイプだったんですけども、新しいタイプに関してはベゼルをテーパーにして面取りを多めにかけて、少し角を落としたようなテーパーを切ったようなベゼルの形になっていますので、だいぶベゼルデザインは変わってきています。あと細かいところでは、クラスプの微調整幅が少し変わっていまして、微調整の穴というのが4つあったんですけども、新しいタイプは2つになっていますので、4段階から2段階という形で、微調整の段階が変わっています。ということで、今2つの現物を比較しながら外装部分の変更点を見ていったんですけども、やはり細かいところでいろいろ変更点もありましたし、結構ブレスレットとかベゼルとかは割と大きく変わったなという印象がありました。ここからお話ししたいのが、ブレスレット、メタルバンドの変更が
今回は一番大きな変更点かなと思っていまして、このブレスレットの品質改善をかなり大きく行ってきたっていう風に感じています。実際に今回の新しいタイプを見てみると、ブレスレットの一コマ一コマを小さくしてきて、よりコマが小さくなった分、ギュッと凝縮した感じになって、少しクラシカルに見えるようになりましたので、よりこのヴィンテージライクに見えるというところで、非常にいいなと思うところと、あと質感についても、特にこのフラッシュフィット、指感ですね。この部分の加工精度を見たら、かなりこのエッジが切り立ったようになってきまして、かなり加工精度が上がったなというふうにわかります。かつ、筋目をつけるヘアラインもより丁寧にしてあるというふうに見えますので、やはりこのあたりの、仕上げのダレがなくなってきたっていう点はかなり加工精度が上がったと思っています。細かい点ではあるんですけども、従来のタイプですと、このフラッシュフィットとこのラグに少し隙間、クリアランスがあったんですけども、そのクリアランスが少し埋まったなという感じがありまして、よりケースとブレスレットの噛み合わせ部分もかなり精緻になってきたかなというふうに感じています。では最後に、精度の比較をしていきたいと思います。以前の動画で SBDC101 従来のタイプを紹介させていただいたときに非常にコメントをいただいていまして、やはり多くの方がこの 6R35 に対してはこの精度について関心が高いのかなというふうに思いましたので検証してみようかなと思います。今回の精度の測り方ですけれども、それぞれ3姿勢測りたいと思っていまして、まずは文字盤が上の状態、時計の保管するときに文字盤を上にして保管すると思うんですけども、この時の精度になります。で、そしてもう一つは、リューズを下側にした状態。これは腕時計を装着して、腕を下にダランと下ろした時に、ちょうどリューズが下向きになっていますので、その時の精度になります。もう一つは、12時位置を下側にした方向です。この12時位置下というのは、机の上にデスクワークなどで腕を置いた状態だと、普通は12時側というのが下側に向くことになりますので、この位置も測っていきたいと思います。こちらが精度を測る機械がありますので、こちらで実際の精度をチェックしていきたいと思います。見方なんですけども、一番左上の部分にある数字、1日どれぐらい誤差があるか、S/D と書いてあるのが、セコンズパーデイということで、1日あたりの何秒の誤差かということを表しています。6R35 のムーブメントに関しては、2024年製造のものを用意しています。今測っているのが、文字盤を上にした状態での1日の誤差ですけども、1日15秒ほど進みますというような精度になっています。この 6R35 のリューズしたプラス、10秒いかないぐらいだと思いますので、ここも1日10秒前後進んでいくというのが分かっています。では次に、12時側を下にした方向で測ってみたいと思います。かなり精度はいいですね。次にこちら、6R35 の文字盤上の精度を測りたいと思います。文字盤上の精度は悪くない数字が出ていまして、だいたいプラス5秒付近という精度かと思いますので、いい精度だと思います。こちらが 6R35 のリューズ下の精度になっています。マイナスに大きく振っていまして、取るタイミングによっても少し変わってくるんですけども、マイナス30秒から40秒ぐらいの精度になっていますので、リューズ下はマイナスが強めになっているかと思います。6R35 の12時側下の精度ですけども、少しブレがあるので見ていますけども、おおむねマイナス60秒付近、マイナスの方が大きくなっている精度にはなっています。新しい方の 6R55 の文字盤上を測っているんですけども、こちらは日差がプラス5秒付近ということになっていまして、非常に安定している数字を出していますので、いい数字が出ているかなと思います。6R55 のリューズ下の精度ですけども、こちらの精度も良好な数字を出していまして、おおむねプラス5秒付近というところかと思いますので、こちらもいい精度が出ているかと思います。こちら 6R55 の12時側下の精度ですけども、精度を見てみると、おおむねプラス15秒ぐらいかなという数字を出していますので、先ほどの姿勢よりかは少しプラスは進んでいるような状況ですけども、精度はおおむね悪くないかと思います。6R55 の文字盤上の精度を測っています。おおむねプラス10秒付近というところですので、精度はいいかなと思います。6R55 のリューズ下の精度を測っています。0秒に近いところで推移していますので、おおむねプラマイ0ぐらいに近い精度ですので、非常にいい精度になっています。6R55 の12時位置下を測っているんですけども、こちらも精度が良くて、ちょうどプラスマイナス0の付近にいまして、プラス1、2、3秒ぐらい行くこともあれば、マイナス1、2、3秒ぐらいに行くこともあるんですけども、おおむねプラスマイナス0秒付近を行ったり来たりしている状況ですので、精度は非常にいいかなと思います。はい、一旦ここで精度の計測をまとめたいと思います。
6R352 つ、6R552 つを測ったという状況なんですけども、従来の 6R35 は、一つは精度が良くて、もう一つは精度がかなりマイナスに振っていたということがありましたので、二つの個体のうち、この精度にばらつきがあったというのが結果です。逆に新しい 6R55、両方とも精度が良好で、もしかしたら 6R55 の方が精度の安定感が高い可能性があります。ただ、どちらも振動数としてはロービートの21600振動ですので、おそらく姿勢差はある程度出やすいのかなということは考えられますので、もしかしたら実際に皆さんがお使いになった時の精度というのは、別の精度になる可能性はありますので、あくまでこれは時計を止まった状態で計測したということだけ、ご理解いただければと思います。ということで、今回はセイコーダイバーズの大人気作である SBDC101、そしてその後継機である SBDC197、この2つを比較することによって、どのように違うのかというのを見てきまして、外装面でも良くなっていましたし、精度を測った結果でも良くなったのかなというふうに見えましたので、もう全体的にして、正常に進化をして、後継機種のならではの良さがあるのかなというふうに感じました。ただ一方で従来の SBDC101 も、やはりまだまだ魅力が高いのかなと思っていまして、この筋目をつけた文字盤とベゼルというのは、やはりそれは魅力がある仕上げだと思っていますし、あとは文字盤がグレー色というのも非常に魅力的かと思いますので、SBDC101 は101でこの魅力があると。そして最新作 SBDC197、こちらはやはり進化した良さというのが見られましたので、もし新しい方がいいという方は、ぜひSBDC197 を、お店で手に取って触っていただければいいかなと思います。従来のお使いの101と比べて、ここが大きな違いだなというのはありましたか？ブレスと、はい。精度はい。は気になっていたので、はい。はい。今回197が、精度良さそうだとはい。いうのが分かったので、ぜひ手に入れたいなというふうに感じました。もしご視聴の方も 6R35、SBDC101 などお使いの方がいらっしゃれば、精度のことをコメントに書いていただければ嬉しいです。この動画が気に入っていただきましたら、いいねボタン、チャンネル登録、そしてコメントをお待ちしております。また今回の内容はブログでも紹介しておりますので、ぜひブログもよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。